日本語の勉強法。今日は8つのコツについてお話ししたいと思います。日本語で説明しますので、必要な方は字幕をオンにしてくださいね。では、始めましょう。1、具体的な目標を決める。試験に受かりたいのか、友達を作りたいのか、日本語で仕事をしたいのか、読み書きができるようにしたいのかなど、目標によって勉強の仕方が変わりますので、ここはじっくり考えて決めてくださいね。2、できるだけ早くひらがなを学ぶ。できればカタカナもできると便利ですよ。ローマ字だけでもいいんですけど、ひらがなを覚えると発音が良くなります。母国語の発音の影響を減らすことができるようになるからです。私は日本語のネイティブスピーカーですが、ローマ字で日本語を読むと流暢に読めないこともあります。ひらがな、カタカナがスラスラと読めるようになると、発音が大きく変わると思いますよ。3、できるだけ私、あなたを使わない。全く使ってはいけないわけではないですが、言う必要がある時だけにした方がいいです。あなたの代わりに相手の名前を呼んだり、名前がわからない時などは主語を言わないようにしてみましょう。できるだけ主語を省略するように意識すると自然な日本語になります。特にあなたは失礼に聞こえることもあるので注意が必要です。4、自分で作文しない。
大抵の場合、不自然な日本語になってしまいます。他の言語もそうですが、日本語は特に不自然になる気がします。それではどうすればいいのでしょうか。それが次。5、ネイティブスピーカーの真似をして言ったことをそのまま完コピする。他の言語から訳すと、ネイティブスピーカーでも不自然な直訳をしてしまうこともあるので、注意が必要です。他の言語から日本語に訳してもらった後に、これをもっと自然な言い方に直していただけませんかと言うといいかもしれません。日本語と言語的距離が遠いと、表現の発想自体が違ったりします。例えば、お腹すいたは英語で I'm hungry。スペイン語だと Tengo hambre。ちょっと発音が下手でごめんなさい。英語とスペイン語は動詞は違いますが、私が主語なのは同じですね。日本語だとお腹が主語になります。ちなみに中国語や韓国語は日本語と同じです。このくらい短くて基本的な表現なら間違いは少ないですが、長い文章になるとそれだけ違いが大きくなるので、直訳には気をつけた方がいいと思います。6、漢字を怖がりすぎない。日本の6歳児も勉強しているのですから大丈夫です。あと逆に張り切って勉強を頑張りすぎて燃え尽きないようにも注意。一度にたくさんやりすぎないようにしましょう。
日本人でも漢字は一生勉強。ネイティブスピーカーにもわからない漢字は結構あります。漢字は無理せず少しずつ学ぶのがコツです。好きな言葉やよく使う言葉の漢字から覚えていきましょう。7、完璧主義をやめる。完璧主義なのは悪いことではないけど、言語学習においてはあまり良くないです。間違いを笑い飛ばして学ぶプロセスを楽しみましょう。8、勉強を楽しもう。趣味などと絡めて日本語を勉強するのもいいですね。言語学習にはとにかく時間がかかります。挫折しないように楽しんで学んでいきましょう。今日のまとめ。No.1 Set a specific goal. 具体的な目標を決める。No.2 Learn hiragana as soon as possible. できるだけ早くひらがなを学ぶ。No.3 Try to avoid using 私 and あなた too often. できるだけ私、あなたを使わない。No.4 Do not make Japanese sentences by yourself. 自分で作文しない。No.5 Copy what native speakers say. ネイティブスピーカーの真似をして言ったことをそのまま完コピする。No.6 Don't be scared of kanji. 漢字を怖がりすぎない。No.7 Stop being a perfectionist. 完璧主義をやめる。No.8
have fun. 勉強を楽しもう。以上です。お疲れ様でした。みんな頑張ろうね。